皆さんこんにちは。今日はこの雪景色を描きます。ではまず空から塗り始めてみましょう。寒い感じを出すのに少しクールカラーの色を溶いて、そして反対の赤を加えてクール調のグレーの色を作ります。たっぷりの絵の具ですよね。絵の具が重力の力で下に降りてくる、そういう流れを利用して下へ下へと塗り進めていきます。もちろん一色で塗るんではなくて、このように部分部分色を変えていく。そうするととっても空に色の深みと変化が出ますよね。少しイエローカっぽい黄色の色調なんか入れても空が一層楽しくなると思います。ここで大事なことは、あまりいじりすぎないということですね。絵の具が一人で広がっていく、それを見守っている、そういう姿勢も大事かと思います。さあ、だんだん空ができてきました。こんな感じだな。絵の具が溜まったらちょっと取ってみましょうね。ほら、空が良くなったでしょう。思わぬ効果が出るのがこのウェットインウェットですね。さて、ここできれいにした筆に水を少しつけてきて弾き飛ばします。何をやるかというと、雪ですね。ほら、見てください。だんだん雪が見えてきたでしょ。これはね、とっても面白いテクニックだから、ぜひやってみてください。さて、空に雪ができたところで、いよいよ円形ですね。このくらい暗い色かな。これでグッと塗ると、空と雪の明るさが引き立ってくるんですね。今、緑と赤、これは補色です。反対色を加えて黒っぽい色にしてから、さあ、とっても暗い木ですね。木を描きます。このくらい暗い色ですよ。こうすると息の白さが引き立つんだな。どうでしょう。少しずつ色を変えながら、今度は雪原の手前に雪の積もったところ、でも雪はね、全部真っ白じゃないんだね。手前の方は大胆に色を足してみましょう。どうだ。少し、そうね、ウルトラマリンの色なんか加えても、楽しい感じがするね。こんな雰囲気ですよ。でも遠くの方は紙の白のままです。だんだん明るく水平なタッチで。さあ、雪の面がだんだん奥行きを持って見えてきたね。では今度はそんな調子を入れていったら、内の方にちょっと入ってみようかな。まずこうやってね、色は雪はね白いんですけど、あんまり白いっていう先入観にとらわれないことですね。本当に紙の白を生かすときは、白くないところがあるってことが逆に大事なんだよね。じゃあ今話した今度はお家の方ですね。ここは思い切って暗くですよ。一番暗い色です。とにかく雪の白さを見せるためですね。この暗い色ってのは、何か薄い明るい色を何回もこう重ねて描く人いるんですけど、それではね、水彩の良さが本当はあんま出ないんですよ。こうやってね、暗いとこは一気塗りです。ちょっと怖くても一気塗ってみよう。これで描いて、面白いでしょ。こんな細かいものを描いてみよう。
こういう時にあんまりきちんと数を並べなくていいね。そして今書いてるのね、これね、樹木です。ドライブラシを生かしたりして、また色を変化させて、この時はね、筆はそーっとしか紙に押し付けてないんですよ。さあどうでしょう。だいぶ雰囲気出てきました。じゃあまたここで白い幹を引っかいて、この引っかきは役立つな。これで何でも描けちゃうね。でこうやって木の葉っぱを足していきます。空が透けて見える感じですね。木の核、こういうこと大事ですね。木は葉っぱがいっぱいついてる季節もあるけども、葉っぱが落っこって空が向こうに見えてる時もあるんだよね。少し幹や枝を加えて、さあだいぶ円形がね見えてきたでしょ。こんな感じかな。スッスッスッって引き方だね。だからあんまり写真を見すぎてあんまり細かくこだわることもないんだよね。自分なりの何か捉え方っていうのも大事ですね。ここら辺なんかもう遠くの木だからガサガサっと書いて終わりです。脇役は描きすぎないってことですね。さあこれで円形暗くしたので雪が白く見えてきたでしょ。また爪で引っかいてるね。面白いでしょこんなのも。試してみてくださいね。さあ雪がほら白く見えますよね。ではここまでできてきたので、空もほら雪が降ってるでしょ。さっきこれ水を飛ばしたんですよね。もちろん雪を描くのはねいろいろな描き方あるんですけど、今日はね水だけを飛ばしてみました。皆さん試してみてください。さあ今度は筆割って、今雪の間から見えてる枯れ草をねちょっと描いてます。ほらこんなそうっとねタッチ。筆をどのように使ったり、また紙にどのくらい押し付けるかっていうことはね、水彩はとても大事なんだね。遠くは単純型、こんな感じかな。指でこすってもいいね。さあ手前です。当然手前は暗いので、ここを大胆にだね。これはね、僕はいつもこう20号のね太い筆で描いてるんですよね。太い筆だから一気に大きな草の塊が描けます。こういう時ね細筆なんか使っちゃダメなんだね。太い筆でチャ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 ッと描いてみたいところですよ。さあどんどん色を重ねていこう。こうだよね。紙が濡れてるうち、前塗った色が濡れてるうちに次の色を重ねます。乾きを待たないんですよ。さあちょっとドライブラシで叩いたりザラザラってやって色を軽く混ぜて、どんどん手前の草の状態を作っていこう。さあもっと色重ねたいな。手前から中継奥、そういう空間だね。一本の筆でもねいろいろ工夫して使ってみるってことが大事ですね。手前またもっと暗い色を重ねます。ここ十分暗くだよね。とにかく円形の雪が真っ白に見えるためには手前を思いっきり暗くです。今度はナイフで引っかいてます。ガチャ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 。こういうとこなんかマスキングで抜いたりなんかする必要ないんだね。また指でこすって少しやりすぎたとこはちょっと調整してあげる。
どうですか？だんだん見えてきました？じゃあ今度は右の方にも行ってみる。ここが一番最も手前の部分だから、ちょっと微妙な表現だね。さあ、色を重ねてきた。うんと暗くなったね。もうとにかく色にしてみよう。赤いのか、黄色いのか、青いのか。そういう割り切りですね。枯れ草だからみんな茶色だろう。そんなことないんだね。その中に自分なりに色を見つけてみる。そういう工夫。それはとても大事ですね。遠くをちょっとなじませて空気感を作って。どこを一番白くしたらこの絵は引き立つんだろうって、そういう考えだね。あ、これは何でしょう。そう、カッターナイフです。これでね、さっきは濡れてる時にペインティングナイフで引っかいたでしょ。今度は乾かしてからカッターナイフで引っかいてるんですよ。もう画面が乾いてます。そうするとボソボソっとした白い線ができるでしょ。ほら、なんか雪がくっついてるように見えません？もうほら、しつこく引っかいてます。ガリ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 。これでね、ほらね、草にちょっとくっついてる雪を今作ってるんですね。だからいい絵を描くには何でもありだね。自分で工夫して。さあ、もう絵は仕上がりですよ。はい、もう出来上がりました。今回は野原に降り積もる雪を描いてみました。ポイントは空に降る雪。これは乾かないうちに水を弾き飛ばすこと。そして草むらの雪はカッターナイフで引っかいて紙の白を出して表現することでした。いかがでしたか？あなたもぜひ描いてみてくださいね。ではまた。